今回は1年前に予約を入れてずっと楽しみにしていたバリのリッツ・カールトンでの正月旅です。一昨年はリッツの隣のサバベに泊まったのですが、大晦日に強制柄ディナーになってしまうのがゆっくり過ごしたい私たちには合わず、昨年は隣で見ていて良さそうだったリッツ・カールトンにしたのでした。目次はこんな感じにしてみました。今回のバリ行きはシンガポール航空で、シンガポールでの短時間乗り継ぎにしたのですが、行きでロスバゲを食らってしまった経緯は別の動画で紹介していますので、そちらをご覧ください。世界の他のリッツに比べればリーズナブルとはいえ、最上級クラスの部屋はやはりお値段がかさむので、到着日と帰国日はデンパサール空港直結のノボテルに泊まっていますので、こちらも最後にご紹介します。皆さん、プール付きのリゾートホテルはお好きですか？ガイガイしてない、自分たちだけのプールでゆっくり過ごしたいというのは、特に大人だけの旅では希望する方が多いのではと思います。で、プール付きのビラがあるリゾートホテルがあちこちにできるわけですが、これにはちょっとした落とし穴があります。ペストコントロール、特に南国リゾートでは歯の問題があります。私たちは一昨年のサマベでいわゆるプール付きビラに泊まったのですが、プールで少し泳いでいると蚊の襲来にかなり悩まされました。部屋についていた電池式の液体蚊よけでは屋外でもあるので全く効かず、マトラーさんに昔ながらの蚊取り線香をいっぱい持ってきてもらってプールとテラスでガンガンに焚いたのですが、余計にプールの上というか水上に蚊が寄ってきてしまうのですね。で、今回は地上のビラではなく空中にマイプールがある部屋が良いなということで奮発してリッツバリのザ・スカイにしたのです。この動画でご覧いただきますが、3つまりにもビラ棟とスイート棟があり、ビラ棟には専用プールやラブアクセスがありますが、5つあるスイート棟の最上階の5階にはテラスに専用のインフィニティプールがあるお部屋が複数あります。スイート棟には北東向きと南西向きがあり、洗車は朝日がきれいに見え、放射は夕日がきれいに見えるそうです。私たちは正月の訪問で部屋から初日の出は見たかったので、北東向きの部屋をリクエストさせていただき、その通りにしていただきました。地上5階のテラスにあるプールは適度に日光を浴びて、水温も暖かくて良い感じ。幅は泳ぎながらだとギリギリすれ違えるかなという程度で、バリバリ泳ぐわけにはいきませんが、水上ハンモックでぷかぷか浮いたりする分には十分な広さ。何よりリッツ自体が毎日夕方に蚊よけの薬を撒いたり、サマベに比べるとペストコントロールを頑張っている気がしますが、地上5階のプールでは全く蚊に悩まされることがありませんでした。バリ名物の猿も一応来るかもとは言われましたが、3日間の滞在でスイート島では全く見かけませんでした。サマベでは食事に行くときにはほぼ毎日見かけましたが、プール以外のお部屋の特徴としてお伝えしたいのは、第一に世界各地のリッツで一番安心なウォシュレットがこちらも完備。これは何気にありがたいです。次に巨大冷蔵庫とレンジの簡易キッチンがついてます。お水はガラスの瓶に入ったものをもらいますが、ケースごと補充してくれました。ケトルもあるので、部屋備え付けのネスプレッソでなく、お茶派の人も安心。あとはお風呂がシャワー、バスタブ、ベンチエリアと広く、シャワーありながら反対側で水着をこせたりします。広いお風呂はやはり使いやすい。あとは部屋の Wi-Fi がかなり強いのと、ベッドルームとリビングのテレビでは自分のアカウントで YouTube はじめ各アプリが使えるので、これも何気に便利でした。悪かった点としては、巨大なスイートルームで見えない部分のお掃除にはやはり難があるなというところでしょうか。マリオットの上級会員向けのレイトチェックアウトの問題が言われており、プラチナ会員は本来正午のチェックアウトが4時まで延長できるとされていますが、リッツバリはリゾートホテルなので、そもそもチェックアウト確約の例外になっています。
それでも粘る人は大勢いるので、私たちの時は結局3時のチェックインでは部屋が間に合わず、ゆっくりホテルでお茶してから部屋に入りましたが、5T 部屋は掃除があまり回ってないのかもという気がしました。滞在中に何かが拍子にリビングのラグがずれてしまったのですが、ラグの裏に大量の食べこぼしのようなものが見つかり、左の巣窟になっていそうな気がしました。革の椅子には座るようですけれども、クロスのソファーにはちょっとダニとかがありそうで、気になる人は気をつけた方が良いかもしれません。あと、リッツバリ自体が開業から10年以上経過しているので、部屋の各所に経営劣化の音は見受けられましたね。タイルの家系とか、そういう感じ。ただ、子供が多い共有プールに行く必要がなく、ルームサービスで食べ物、飲み物を頼んで、部屋のプールのテラスで待ったり、蚊に悩まさずに過ごせたという意味では、この部屋は私たちの陣入りになりました。どうせ部屋ではベッドルームがテラスにしかほぼいないので、リビングルームのお掃除は実はあまり気にならなかったというところです。リッツではプールバーを除けば、朝食会場になる船室とビーチが見えて昼夜と使えるビーチグリルに、夕食時間帯だけ使えるインドネシア料理のプジャナがあります。ルームサービスは時間帯によって多少メニューが異なりますが、ブジャガで出るものに近いものが昼の時間帯でも一部提供されているようにも見えました。まずは皆さんが一番気になるであろう朝食から。船室での朝食は朝6時半から。リゾートとはいえ、毎日の生活リズムをあまり崩したくない私たちには、これぐらいの時間から食べられるのがありがたいです。メニューは動画の通り、豪華めのビュッフェでオーダー調理してくれるコーナーが一部日替わりであります。私たちは3泊のうち2日目と3日目の朝食を船室でいただいたのですが、2日目に出ていたカオマンガイがとても美味しく、食べ損ねた私はトコトコくんから強くお勧めされたのですが、残念ながら3日目にはコーナーのメニューが混ぜ麺に変わってしまっていました。一定のローテーションで出てくるようなので、滞在時にカオマンガイが出ていたときはぜひお試しいただくことをお勧めします。あと特筆すべきコーナーとしては、インドの朝食定番、ドーサを焼いてくれるコーナーが屋外にあります。屋外なので気づきにくいところにありますが、焼きたてパリパリのドーサはなかなか美味です。結構大ぶりのサイズになるので、みんなでシェアしないとこれだけで結構お腹いっぱいになってしまいますので、そこだけ注意してください。その他気になった点として、朝食会場のゾーニングがあまり明確ではないので、日中はリッツキッズに預けられている小さなお子さんたちが朝食会場には大勢います。赤ちゃんは泣くのが仕事でもあるので、くつろいだ環境で朝食を食べたい方は、無理に窓際に座らず、屋内でも奥の方の席を指定するのが意外と大事です。Morning. ここはお肉系だね。ポテトでしょ、スープ。こんなにスープで、ここでオムレツ頼む。私頼むけど。あ、やめるんだ。で、こっちがサラダね。あ、ここが麺だ。ヌードルステーション。これ、お寿司。Morning. ソトベタ。スープ。ココナッツミルクって書いてある。普通の白ご飯もある。あるね。味噌汁もあるんだ。こっちがゴレン系だね。アジアンコーナーだから。これナシゴレンで。こっちはヌードルコーナーだね。これで麺選んでやってもらえば。で、魚のつみれとか選んで。Morning. これがミーゴレン。
で温野菜、あの辺がまたドリンク。これがチーズ、リッツパーティーでハム、サーモン。これだからパンに挟むよって感じ。うん。パストラミだね。でここに牛乳がある。牛乳と、パン口。フルーツここにもある。あ、いっぱいある。パパイヤ、青リンゴかな。でメロンとみかんで、こっちがヨーグルトだ。ヨーグルトだね。これなんかトッピングしてもいいってことだよね。これがギリシャヨーグルトでプレーンで、これがローパンで、こっちがパンだね。あ、キッシュがある。向こうは何だ。あ、餃子がある。Good morning。ここがインドコーナーだ。サモサがあって。で、チャパティや。Yes。Where are you coming from? We're coming from Tokyo, Japan. Oh, 元気ですか？元気です。Oh. Happy New Year. Yeah, Happy New Year. You'll be working hard from the New Year. Which one? Which one to try? Like the aloo paratha or the... This is chapati? No, this is dosa. Dosa. That's India. Could I have one? One? Yeah. The plain or masala? Masala would be good. Which table that you are sitting? 66 or something. Morning. You want to try some? Yes, I want to try this khao man gai. You want chicken breast or chicken thigh? Chicken will be good. Chicken breast? Chicken breast? Chicken breast will be good. Phần trứng chuột lên đi ạ. Phần chi tiết phần trứng chuột lên đi.
Thank you. Morning. Excuse me, what is this fruit? It's a crystal guava. Guava. Yeah, Kind of a green guava. yeah, green. Thanks. Bye bye. Ah, arigato. お願いいたします。 Ah, thank you. Great. It looks good. Thanks. Please enjoy. Thank you. May I assist you with something else? We're fine. Thank you. Enjoy your breakfast. ビーチグリルは到着時に部屋の準備ができるまでの間に遅い昼食とお茶をしたのですが、ビーチが見えるゆったりとしたテーブル配置で、リゾート感満載の良いレストランだと思います。メニューはイタリア寄りの洋食メニューですが、基本ロケーション割のありきのレストランだとは思います。ブジャラは昼食時しか利用できないので、特に利用したい場合は予約必須かと思います。伝統的なインドネシア料理のフルコースでもあるリスタセールも対応できますが、ルームサービスで対象外になっているメニューをアラカルトでいろいろ試すのがこのレストランでは良いなと私たちは思っています。特にメインディッシュへの付け合わせとしてインドネシア料理では定番のサンバルですが、写真のようなワゴンでマイサンバルをブレンドして使うことができます。リスタセルだと相当お腹すかせていく必要がありますが、アラカルトで軽く食べるというのもできる良いレストランだと思います。3つバリのレストランの中では、このブジャラが私たちは一番のお気に入りです。ランチ営業もしてくれれば良いのにと切に思います。ルームサービスについては24時間、WhatsApp 経由で注文できるので大変便利ではあります。私たちの体感では注文してから届くまで夕食時だとやはり1時間程度かかりますが、温かいものはちゃんと温かいまま持ってきてくれます。注文時におよその時間の目安を教えてくれるのもとても親切だと思いました。
食べた後のお皿は取りに来る人的な余力はないのか、連絡しても翌日の清掃まではされてくれませんでしたが。最後に一つご紹介したいのは、一度は体験してみたいプールで食べる朝食、フローティングブレックファスト。これも対応しているリゾートは多いですが、プール付きのお部屋でないとできないので、今回は元旦の朝食をこれにしてみました。写真のような塔で編んだフロートに2人分の朝食がぎっしり乗ったセットアップをしていただきました。当日はありがたいことに雨季のバリにもかかわらず朝から天気が良く、雨でないのはありがたかったですが、プールの中で食べるとなると直射日光の下で食べることになり、朝の8時でも結構な日差しだったので、帽子とか日焼け止めはマストかと思います。食べ物自体は普通の朝食ルームサービスのものに見えますが、プールに浮かびながら食事をする体験はなかなか面白かったです。パンをプールに落としちゃったりとか、プールの水跳ねないヨーグルトに入っちゃったりとかありましたが、これも2度やるかというと1度で十分という感じではあります。バリの観光は一通りやってしまったので、今回の旅行ではホテルにおこもりしていたこともあり、噂に聞くリッツのスパも体験してみました。部屋でトリートメントを受けられるメニューがあり、写真のようなニコイチで2人のセラピストから同時に施術してもらえ、最後のバラの油も一緒に入れるので、カップルや言葉に不安のある方も2人一緒なら安心です。一点注意が必要なのは、スパに併設されたハイドロプールと、男女の各更衣室の中にサウナと温水プールがあり、スパの予約をするとこれらは勧められるのですが、これはちょっと考えものかもしれません。場所柄写真は撮れていないのですが、ハイドロプールはサイトだと綺麗な施設に見えますが、実際は激しく経年劣化した抜水感の漂うプールで、ボタンを押すと滝が出てきたり、泡ジェットが出てきたりするのですが、温水でもなく、かつボタンもそこかしこで壊れていたりします。私たちはハイドロプールとサウナも見てみようと、スパの予約時間の1時間前に行きましたが、正直ハイドロプールは15分も入れませんでした。ハイドロプールはご迷惑で予約しないと利用できないですが、予約がガラガラの理由が一度体験して理解できました。リピーターはおよそいかないと思います。サウナの方はまだ良いのですが、お作法が難しい。全裸で入るなという看板があるのですが、ではどうすればよいのかがわかりません。私はハイドロプールの後に行ったので、水着で良いのかなと思いつつ、スチームサウナで水着だとジッパーの部分が厚かったりで無理でした。結局私はバスタオルを腰に巻いて入ったんですけど、なんだかくつろがない感じでした。後になってスパの施術時に履く紙パンツを履いてる人がいて、これだと思ったのでした。サウナにがっちり入りたい方は受付で紙パンツをもらっておきましょう。もう一つこのスパの動線で納得いかなかったのは、プール利用の後に施術を受けたいというと、更衣室で水着に着替えて、施術の周りはバスローブを着て、一度受付に来てと言われます。この更衣室からスパの受付から施術部屋への動線は完全に外になっていて、普通に男女は行き交う感じになるので、女性はとても気になると思います。私の感覚でスパの施術を受けるためにバスローブに着替えるときってかなり素の感じになるので、外部の動線を通るとなると、バスローブをしたはどうすればよいのかというところでかなり悩みました。これ実は私たちが受けたペアトリートメントだと専用の部屋があって、その中にも着替えるスペースやトイレ、パウダールームにシャワーもありました。なので、プールやサウナを使わず、直接施術室に外着のまま行って、そこでバスローブに着替えるというのが女性にも安心な動線だと強く思いました。海外の方はそのあたりあまり気にならないのか、普通にバスローブでオープンな待合にいる女性も大勢いましたが、私は正直落ち着きませんでした。
ただ個室に入ってからはとても落ち着いた作りで、機内用の小部屋とシャワールームの奥に2ベッドの施術室があり、そこにお風呂もついていました。スパの施術自体もとても丁寧で、最後にペアで入浴してお茶とお茶菓子をいただいて終わるという感じでした。前振りのハイドロプールと公共更衣室を通らなければ満足度は高いと思います。最後にスパのブランド、マルモントの試供品をいくつかいただき、これはなかなか良いと思ったのでした。実パリは全体の部屋数は多いので、ビーチやプールはどうしても混雑が目立ちます。また小さい子も多いです。その意味で部屋のテラスにデッキチェアとプールがあるザ・スカイはとてもコスパが良いと感じます。ビラにも専用プールがあり、ヘア分アクセスのあるスイートルームもありますが、あまりお湯でいたりする人を見かけなかったのは、やはり蚊の問題があるのではと思います。リッツは毎日夕方の4時頃に薬剤散布をしていたり、ペストコントロールには手間とお金をかけているのだと思いますが、どうしても地上だと蚊の問題は避けられない。その点、地上5階にあるザ・スカイのプールはやはり快適です。一昨年、隣のサバメのプール付きビラであれだけ悩まされた蚊が、昨年のリッツでは全く気になりませんでした。これだけのスペックがあるザ・スカイも1部屋ではなく4部屋ぐらいあるようなので、予約バトルもそこまで激しくないのも好印象です。あとは食事ですが、どうしても小さいお子さんの多いリゾートホテルなので、私たちのようにゆっくり過ごしたい人は、レストランに行く時間帯やテーブルの指定など、一手間をかけると良いかと思います。私たちはバトラーに食事の時は窓側の明るい席が良いと言ってしまったのですが、奥でも良いので落ち着いた席にしたいと伝えておけば、可能な限りで配慮してくれるはずです。あとは、予定が立つときは、ルームサービスの事前予約を活用すると良いかもしれません。レストランも部屋数に対して席数は限定的なので、食事の時間や予定はある程度事前に立てて席で予約をすることは必要です。予約に敗れた人たちは外出しなければルームサービスに耐えることになるので、忙しい時間帯に注文すると、ルームサービスも結構な時間がかかる件は認識しておくと良いかと思います。ただ、ルームサービスでも空域は全く悪くないです。今回のザ・スカイはなかなかのお値段になってしまうので、千歳濃いのですが、フルに滞在時間を満喫できないバリ到着の当日と帰国当日は、レーパサル空港直結のモテルに泊まりました。空港直結で便利だし、食事にも不便しないだろうし、寝られればいいよという程度でしたが、これが存外良いホテルでしたので、最後にご紹介しておきます。場所は国際線ターミナルと国内線ターミナルのちょうど中間地点。国際線で到着した場合は、到着フロアを出て左方向、グラブタクシーを拾えるエリアに行く手前を国内線ターミナルの方向に行くことになります。ただ実は今回ロスバリもしたので気づいたのですが、国際線ターミナルの2階、出発フロアの右奥のスタッフ寄り口の脇からノモテルにつながる通路があるのです。ノモテルのロビーも2階にあるので、こちらの動線で行くと最短距離で平坦な移動ができます。ノモテルに航空会社の CA さんが多数宿泊しているのもよくわかります。私たちはレッドアイフライトでの旅行は疲労がたまるので回避していますが、ガルーダの直行便で帰る方は、深夜発のフライトまで、ノボテルでシャワーを浴びて仮眠してという使い方もありだなと思いました。食事も空港でも良いですが、ホテル内のレストランも朝食時間帯以外も利用できます。2階の通路がチェックインカウンターの目の前ですから、ガルーダであれば先にスーツケースを預けてしまって、直前までノボテルで待機するのも良いかもです。レパサール空港は BS ラウンジもいまいちですし、混みますので、ホテルでゆっくりというのが意外といい選択肢かもしれません。以上、昨年のバリ正月旅行のご紹介でした。皆さんの旅行計画の参考になれば嬉しいです。